ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは。コスパチャンネルです。本日はカーボンディープリムホイールを買うことで得られる体験について紹介したいと思います。ロードバイク仲間がカーボンディープリムホイールを30万円で買っていたと聞いて正直驚いた。30万円もするんだったらもはやロードバイク本体の値段と変わらんやん。いや、なんなら本体よりもホイールの方が高いんじゃないのか。1台目のロードバイクを買ってた時は15万円の車体を選ぶのにあんなに迷っていたはずなのに、2、3年もしたらどうしてこんな高額のカーボンホイールをポーンと変えてしまうのか。いやいや、金銭感覚バグりすぎ。確かにね、そりゃいいホイール変えたらいいんでしょうけど、そこまで高いお金を出してまで買うべき価値があるのかどうか、その疑問について答えたいと思います。まずはじめにカーボンディープリムホイールが買いなのかどうなのか、最初に結論から言いたいと思います。結論、カーボンディープリムホイールはマジで買いです。ロードバイクのパーツの中で一番と言ってもいいぐらい、ホイールに課金することで得られる満足度めちゃくちゃ高いです。今ローハイトの鉄下駄ホイールを使ってる人、カーボンディープリムホイールに変えてみてください。もう走りを劇的に変えてくれるので、1セット持ってると今まで以上に楽しくしてくれるアイテムだと自信を持って言えます。もうどのくらい体験が変わるかっていうと、例えて言うならロードバイクを最初に買った時のあの感動、あれと同じくらいの満足度を再び得ることができます。そこで本日はカーボンディープリムホイールを手に入れることで得られる体験について実例を交えながら紹介していきたいと思います。今回の動画最後まで見ていただけるといいことあるかもしれません。それでは早速いってみましょう。カーボンディープリムホイールに変えるメリット全部で2つあります。まずはメリットその1、高速巡航がすごく楽に維持できるからですね。皆さんは高速巡航はお好きですか？はい、スポーツマンですからと即答できた人、ディープリムホイールを買ったら幸せになれる素質を秘めています。周りに車が全然走ってなくて信号も全然ないまっすぐな平坦な道を時速34キロぐらいで高速巡航する。これがね、マジで気持ちがいいんですよ。時速24キロとか30キロよりも遅いとダメで、時速34キロぐらいでずーっと流しているとき、まるでゾーンに入ったような感覚になるんですよね。速度は結構出ているので、そこそこのパワーを出し続けてるし、走りに集中しているはずなんだけど、どこか安心してリラックスしている集中状態。遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。こういう状況で走ってるとき、まるで学生時代夜12時に東京 FM のラジオを聞きながら受験勉強していたあの高校時代を思い出すんですよね。カーボンディープリムホイールはまるでジェットストリームのような存在なんです。ディープリムホイールってちょっと重量が重いので、勉強と同じで最初走り始めて速度が乗るまで、これはね、ちょっと時間がかかります。ただ、一度高速になってしまえば、ローハイトのホイールよりも明らかに楽に走ることができるんですよ。僕もロードバイク始めたての頃は、マビックのアクシウムっていうリムハイト 21mm のローハイトのホイールを使ってました。その時はね、時速30キロ維持できる時間は、せいぜい5分ぐらいですぐにバテて失速していました。でもそれをディープリムホイールに変えて走った時、この時はね、めちゃくちゃ感動しましたね。ほんと平坦を高速巡航するのに明らかに楽になりました。一人で走っているにもかかわらず、先頭に誰か風よけになって走ってくれてるんじゃないかと錯覚するぐらい楽になります。これさえあればどこでも行ける。もっと楽に遠くに長い距離を走れるんじゃないかって自信を自然と持つことができたんです。ちなみに僕が今使っているホイールはアッセントのポラリスっていうホイールを使っています。このメーカーはシンガポールのメーカーで、日本でこのホイールを紹介できるのは多分僕だけだと思います。まだほとんど知られてないと思うんですけど、個人的には昔から注目してて、今回僕の方から自分で英語で一方的に連絡して紹介用のサンプルをサポートしていただきました。このホイールがいいなと思った理由2つあります。1つ目は何といっても高速巡航性能に特化しまくってることですね。このホイールは多少街中での走行性能を犠牲にしてでも本当に気持ちがいい高速巡航ができるようにかなりパラメータをエアロ方向に振られてるんですね。まずはリムハイト。なんと 69mm もあるんですよ。リムハイトが高ければ高いほどスポークを短くできるんで、スポークが出してしまう空気抵抗を低減することができます。しかもそれだけじゃありません。このホイールはただがむしゃらにリムハイトが高いっていうだけではなくて、見てくださいこの太さ。めちゃくちゃ太くないですか？ホイールのこの部分、ここ内幅って言うんですけど、内幅がなんと 23mm、外幅はなんと 31mm もあります。一般的なホイールは内幅は 19mm とかで、最近は太いのがトレンドなんですけど、それでも 21mm とかなんですよ。
それと比べるとかなり太いことがわかると思います。では太いと何がいいのか。それは横風による空気抵抗を低減してくれることです。ここがね、フラットになって空気の流れが良くなるんです。タイヤとかホイールを太くすると前方から風を受ける投影面積が増えるんで、普通に考えるとね、空気抵抗は増えるんですよ。ただそれはあくまで真正面から風を受けた場合のみの話。現実的には風がもろまっすぐに受けることってほとんどなくて、大抵の場合は斜めから風を受けることになります。そういう場合に斜めから入ってきた風をここをフラットにすることで空気を受け流す。これによって空気抵抗を減らすことができるので、より楽に走れることができるようになるんです。実際に実験した結果もあって、一般的な内幅 19mm のホイールとこの内幅 23mm のポラリスを同じタイヤの前提で横風の実験をしたところ、最大でなんと 20W も空気抵抗を減らすことができたそうです。ただその反面、ホイール自体はね、どうしても重量重くなってしまうっていうデメリットがあります。このホイールの場合は重量が前後で 1610g、69mm でファットリムにしては軽い方だと思うんですけど、これまで使っていたエリートホイールがあまりにも軽いので、これと比べるとかなり重くなってしまいました。街中のストップ&ゴーが多い道ではやっぱりね、加速性能は落ちます。ただホイール自体は剛性がすごく高くて、急にでかいトルクをドンと入れてもちゃんと反応してくれますね。僕が乗っているエルブスパイクはちょっと柔らかいフレームで、走り出しの部分がね、ちょっともっさりしているのが気になっていました。でもこのホイールの場合だと自分の思い通りに加速してくれます。そして一度速度が乗ってしまえばこっちのもの、時速35キロを超えたぐらいから急にスッと抜けたような感覚になって楽に走ることができます。今までリムハイト 40mm とか 50mm のホイールを使ってきましたが、高速巡航性能は間違いなくこのポラリスが一番気持ちがいい。ずーっとこうしていたいっていう気持ち。逆に言うと、このホイール気持ちいいのは高速巡航。この時だけ、かなり高速巡航に性能を特化していて、ぶっ飛んだホイールだと思います。ですが、個人的にはかなり気に入りました。ちなみに 69mm さすがにやりすぎって人は別で 42mm のリムハイトもあったりします。こっちの方がね、正直バランスはいいかと思いますけど、僕は 69mm を使っていきたいと思ってます。それには理由があって、2つ目の理由のとこで紹介していきたいと思います。はい。以上、カーボンディープリムホイールのメリット1つ目は、高速巡航を楽に維持できるからでした。続いていきましょう。カーボンディープリムホイールを買うメリットその2。それはシンプルに見た目がかっこいいからです。ロードバイクは見た目が9割。まずは見てください、この写真。めちゃくちゃかっこよくないですか？ディープリムホイールに変えると、バイクの雰囲気ってね、ガラッと変わるんですよ。完成車で買った時についてきたホイールって普通はね、リムハイトが 25mm とか 30mm とかローハイトのものがほとんどですよね。でもそれをもっとリムハイトの高いものに変えてみてください。まるで別の車に乗り換えたんじゃないかっていうくらい見た目が変わります。それはもう例えるなら4代目プリウスから5代目プリウスに変わったと言っても過言ではないぐらい、車体は同じままにもかかわらず見た目が劇的にかっこよくなるんですよね。やっぱりね、見た目がかっこよくなるとシンプルに満足度めっちゃ高くなります。いや本当に単純なんですけど、見た目の良さって非常に重要ですね。かっこいいロードバイクを部屋に飾ってふとした時に自分のロードバイクを眺める。いやーかっこいい。こんなにもかっこいいロードバイクを自分が所有してるんだっていう感覚。これがね、すごい所有感を満たしてくれるんですよね。日常生活において、ロードバイクって実は乗っている時間よりも飾ってある時間の方が割合は圧倒的に多い。そしてこのポラリス 69mm のホイールなんですけど、僕が今乗っているエルブスファラスエボに見た目的にはベストマッチだなと思っています。個人的に僕が見た目が美しいと思うバイクは、キャニオンエアロード、BMC タイムマシン、S ワークスベンジ、サーベロ S5 です。どのバイクもそれぞれ全然違う見た目であるんですけど、どれもね、すごくかっこよくてガンダムっぽいっていうか、マシン感で溢れてるんですよね。でもこの美しいバイク、すべてのバイクが持っているある共通点、見つけたんですよね。それはトップチューブの太さとホイールのリムハイトの高さ。これがね、同じぐらいの厚みであるということです。ここの太さとここの太さ、見てください。どれも同じぐらいの幅なんですよ。つまりホイールのリムハイトとダウンチューブの太さ、ここの幅を揃えると見た目のバランスが良くなってかっこよく見えるなと思ったんですよ。僕が今乗っているエルブスバイクのファラスエボのダウンチューブの太さは測ってみるとちょうど 70mm ぐらい。つまりこの法則に当てはめて言えば、リムハイト 70mm ぐらいのディープリムホイールを履けば憧れのバイクみたいにかっこよくなるんじゃないかと思ったんですよね。ただリムハイト 70mm って調べてみると意外となくて、カンパニョーロとかマビックとかロバールとか DT スイスとかエリートホイールとかハンドとかいろいろ調べたんですけど、50mm とか 52mm、62mm、65mm
出てくるんですけど、70mm っていうサイズって意外とラインナップに入ってないんですよね。と思ったら急に 80mm とかは存在している。ここまで来るとちょっとやりすぎかなと思ったんです。80mm と 60mm のこの間、ちょうどこの幅のサイズ 70mm ハイトのホイールないかなと思って探していたところを見つけたのがアッセントのホイールです。そして合わせてみた結果がこれ。やっぱり正解だった。正直ね、今まで使っていたエリートホイールは 50mm のリムハイトでちょっと物足りなさを感じてたんですよ。でもこれをリムハイト 69mm に変えてから自転車っていうよりかはどっちかというとバイクっていう言葉の方が似合うぐらいマシン感がすごくアップしたと思っています。もうこれだけですごく満足。こんなリムハイト自分のレベルからするとちょっとやりすぎてて自分が負けているのは正直わかっている。でも欲しいものは欲しい。買った後で自分がこのバイクに似合う男になれるように努力すればいいんです。ちなみにこのホイールの価格は207,900円。まあまあ高い。これまでこのホイールを全然紹介してこなかったのには訳があります。値段がね、ちょっと高いんですよね。これはアッセント社がくっそ高いって言ってるわけではなくて、シンガポールドルが今バカみたいに高騰してるんですよ。悪いのは日本円に価値がないことで、アッセント社は何も悪くない。とはいえ、さすがに20万円高いんで、この金額どうにかなりませんかねってめちゃめちゃごねまくった結果、今回特別に 10% オフのクーポンコードをご提供していただけることになりました。カートに入れて COSPACH10 と入力してみてください。すると 10% オフの価格に反映されます。もう欲しい人は入れるだけなんで、とりあえず入れとけばいい。僕には1円もカムバックはされません。一応概要欄にリンクを載せておくんで、気になる人は見てみてください。はい。以上がカーボンディープニューホイールで得られる体験。メリット2つ目は見た目がかっこよくなるからでした。本日の動画は以上となります。って言おうと思ったんですけど、今回の動画いかがでしたでしょうか？結局また案件動画かい。また YouTuber ばっかりいい思いしやがって、お前もうすでにエリートホイールとかいいカーボンホイール持ってるやん。いやいや、さすがにもうホイールいらんやろ。わかります、その気持ち。ありがたいことに、ほぼ毎日のように案件のご提案をいただきます。しかしそのほとんどは断っていて、でもいいなと思った商品だけは、今回の動画もそうなんですけど、自分から連絡しに行っています。企業さんは動画で紹介されて宣伝になるので嬉しい。僕も商品もらえて嬉しい。けど一番最優先すべきは視聴者の方々。視聴者の方々があってこそ面白い動画になるんですよ。そして利益が視聴者以外に寄っている動画なんて何も面白くない。もっと視聴者の方に喜んでもらうには何がいいのかなと思った時にシンプルにプレゼントするのがいいんじゃねって思ったんですよね。で、最初はこのレビュー用にいただいたサンプルをちょっと試乗した後になっちゃうんですけど、プレゼントしよっかなと思ってたんですけど、前回の動画で紹介した通り、僕落車してるんですよね。その時は頭でエネルギーを受け止めたんで、奇跡的にホイールは無傷だったんですけど、それでも落車したホイールとかやっぱり怖いし、どうしよっかなと思ってました。そこでこのことをアッセントに連絡しました。すると、じゃあもう1セット新品視聴者にプレゼントするよって言ってくれました。やったついに来た !20 万円の高額プレゼントキャンペーン。このポラリスホイールを1名様にプレゼントしたいと思います。視聴者に企業案件を与える新スタイル。ちなみに先ほどちょっと紹介した 42mm のリムハイトのものでも選べます。69mm か 42mm どちらか一つを選んでください。それではエントリー方法を紹介します。2つ条件があります。1つ目、まずは僕の Twitter のこのツイートにまずはいいねをしてください。そして2つ目、アッセントの公式 YouTube チャンネルがあるみたいなんで、こちらをチャンネル登録お願いします。たったこれだけで完了。いや、簡単すぎる。そして、アッセントに興味あるなと思った人だけでいいので、インスタグラムもやっているそうなので、よかったら覗いてみてください。こちらも概要欄に貼っておきます。この2つの条件を満たした人の中から僕が1名選んで、当選者の方には僕の方から直接 Twitter で DM を送らせていただきます。この時必ずなりすましじゃないことを確認してくださいね。僕の Twitter のドメイン名は@COSPACHANNEL になります。コスパチャンネルになります。一文字でも間違っていたらなりすましなんで、ドメイン名は必ず確認してください。クーポンの提供だけでなく、新品のホイールも提供してくれるとか、マジで無敵すぎ。これぞまさに三者ウィンウィンウィン。動画をいつも最後まで見てくれる人への定期的に来るお返しです。ぜひともご応募お待ちしています。それでは本当に最後まで見てくれてありがとうございました。